かぶじいさん。はい、こんにちは、かぶじいさんです。前回の動画で北海道ツーリングのために北海道入りに要する労力と時間をできるだけ軽くするために、いわゆる移動の UL 化についてお届けしました。かぶじいさんとしてはかなり攻めたチャレンジでした。北海道移動の時間と労力は大変に軽くなったのですが、結果的にお財布にはかなり重かったというね、オチのチャレンジです。UL 化とは財布も軽くなるということを悟った次第です。まだその動画を見ていないよって方はぜひ概要欄のリンクからご覧ください。UL 化って何かとよく聞かれますので、簡単に説明いたしますと、ウルトラライトを略して UL 化というようです。簡単に言えば、持ち物を小さく軽くして、より楽に遠くまで行けるようになる。気楽に旅ができる。そんなような意味合いで使われるみたいですね。で、かぶじいさんの場合は、今回の北海道ツーリングに関して UL 化に取り組むことで、65歳を過ぎたかぶじいさんでも楽にですね、気軽に北海道ツーリングを楽しむことにチャレンジしたというわけなんです。そもそもかぶじいさんが UL 化に取り組もうと思った理由は2つあるんですよね。1つは前回の2022年北海道ツーリングの時の北海道へ行くまでの時間と労力がね、非常に老体には厳しかった。それをなんとか小さい労力時間に変えたいっていう思いがあったこと。この北海道へ移動するまでの労力がいかに大変だったかについても概要欄にその動画のリンクを貼ってますので、ぜひ一度ご覧ください。そしてもう一つは物理的な労力を抑えたかったんですね。何かというと、前回の北海道ツーリングで初日初山別のキャンプ場でキャンプした際に、テントサイトにバイクが乗り入れられないスタイルだったんです。バイクの駐車場とテントサイトが離れていて、バイクから荷物を下ろしてテントサイトまで徒歩で荷物を運ぶ必要がありました。この時はハイシーズンでキャンプサイトが大勢のライダーさんで埋まってましてね、サイトは駐車場に近い手前からほとんどライダーさんが陣取って埋まっていたんです。なので私とタカポンさんがテントを張れる場所はバイクの駐車場から最も離れた場所になりました。徒歩で荷物を運ぶなんて徒歩でした。私のキャンプツーリングの荷物はなんと5個に分散したパッキングになっていたので、一度に全てを一人で運ぶことができず、バイクとテントサイトの間を2往復したんですね。しかも荷物は大きくかさばって、しかもすごく重かったんですよね。この運ぶ荷物が軽く小さく数が少なかったらどんなに楽かなぁとつくづく思いました。翌朝も撤収に時間を要して、結果的にキャンプ場を出発するのは予定よりも大幅遅れとなってしまったんです。この時の貴重な経験が、キャンプ道具の UL 化はとても大事だ。次回は道具を軽くコンパクトにして身軽に行動できるようにしようと思うきっかけとなったんです。これは本当にいい経験になりました。というわけで今回2023年北海道ツーリングの道具の UL 化へのチャレンジとなった次第なんです。一部の方からなんでかぶじいさんは道具の UL 化ってなんでそんなにねこだわるのってコメントとかいただいてたので、ちょっとここでね長いでしたが説明した次第です。前置きが長くなりました。さてここからが本題です。2023年北海道ツーリングで取り組んだ道具の UL 化についてアイテムを具体的に紹介していきます。かぶじいさん。北海道ツーリングに持っていった道具類を衣、食、住とその他に分けてお話ししますね。はい。まずは衣食住の1番目、衣類についてお話しします。衣類に関しては1泊2日の短いキャンプツーリングであれば
大した荷物ではなくかさばらないアイテムなんですけれども、これが11日間の長期のキャンプツーリングになると結構大きな要素になってきます。私の場合は2022年の北海道ツーリングにおいて持っていったものの実体験を通じて不要だったなぁというものにフォーカスして断捨離や軽量化といった UL 化を図りました。また快適性を向上するためにもちょっとお金を投資しました。この表のオレンジ色の部分が前年から変わったアイテムになります。見直し変更をかけた部分を上から順番に見ていきますね。まずはミドルレイヤーになります。いわゆる上着と下着の間に中間に重ね着する衣類のことですね。今回はここを大幅に見直しています。まず暖かいですが重くてかさばる厚手のフリースをやめて割と薄手のフリースに変えました。寒い時には別で持ってきているウルトラライトダウンを着るので、フリースは思いっきり薄手でも問題ないと判断した次第なんですね。今回これはね、ドンピシャ大当たりでした。そしてその下に去年は着ていたネルシャツ、これを持っていくこと自体やめました。そしてその次、キャンプサイトでのリラックスをするためのスウェットの上下も持っていくのをやめました。テントでの就寝は結果的にはほとんど上下下着だけで寝ていても問題がなかったからなんですね。その代わり下着には防寒性や速乾性、防臭性能を意識して去年ヒートテックを着ていってたのをやめてメリノウールの上下に置き換えました。さらにその下の下着に関しては汗が乾きにくくてベタっとする綿の T シャツをやめて化繊のメッシュ T シャツに変えました。これで汗の速乾性や通気性を向上させられました。そしてマイナーですが、首周りの防寒性を高めるためのネックウォーマーを追加しました。ちなみにですが、2022年の北海道ツーリングでは、9月初旬のツーリングで朝晩の冷えるタイミングでは上下、ダウンを着るシーンがあったのですが、今回の2023年北海道ツーリング9月下旬から10月初旬と、前年の約1ヶ月後ろのタイミングにもかかわらず、結果的には一度もダウンジャケットを着ることはなかったんですよね。つまり暖かかったんです。これは2023年の北海道の夏から秋にかけてが温暖だったせいなのかなと思います。ダウンを着ることなく済んでしまったのは本当に意外な結果でした。これらの衣類の重さの増減を合計しますと 1300g の軽量化になりました。しかも寸法的にもかなりコンパクトになったと思います。これは非常にね、大きな効果がありました。またミドルレイヤーの見直しは衣類としての機能アップを図れましたので、大変快適に過ごせるようになったと思いますね。カブじいさん。次は衣食住の2番目、食についてです。食については食事をとるタイミングなどで使用する道具をピックアップしています。2023年の食関連の道具の見直しのポイントはズバリ紐との断捨離です。この表を上から順番に見ますと、まずなんとなく持って行っていたそれまでの角クッカーのフルセットを持っていくのをやめて、丸クッカーセットのほんの一部、小さい鍋と折りたたみシェラカップだけを持っていくようにしました。次に食事類を温めるための鋳鉄製のスキレットをやめて、超軽量のチタニウム製フライパンに入れ替えました。これはすごい軽量化です。五徳については、それまで愛用していた S ビットのポケットストーブ、これは大変気に入っているものなんですが、さらにかなり小型軽量のミュニークというブランドのメッシュの五徳に変更しました。
私のキャンプ飯のスタイルは皆さん動画を見て感じてると思いますが、本当に単純にただ温めるとかお湯をかけるとか湯煎するといったシンプルなものばかりなので、小さい固形燃料があれば十分用が足りるということに気づきました。なのでそれまで持って行っていたアルコールストーブやガスバーナー、そしてそれらの燃料類は全くいらないということで、それらをすべて断捨離しました。カセットボンベや燃料であるアルコールを断捨離できたのはかなりの有益化になります。次にステンレスのバーナーバットは寸法的に大きいので、コンパクトに折りたためるベルモントのステンレスクロスに置き換えました。焚き火の風防兼熱反射板はもともと軽い DIY のものを使っていたんですが、コンパクトにできないという欠点があったので、100均で売っている油跳ねシートを DIY してコンパクトに折りたためるように変えました。もちろん軽量化も達成しました。火をつけるための100均のターボライターは少々かさばるので、これに加えて外のマイクロトーチを導入してみました。今回このマイクロトーチだけでも全然困らないということが分かったので、来年はもうこのマイクロトーチオンリーでいこうと思います。今まで包丁代わりと思って入れていたオピネルの9番のナイフに関しては、本格的な料理をしない私にはもう無用の長物だということで、これも断捨離しました。トークスのチタニウムウィンドスクリーンを常に持っている関係で、この100均のウィンドスクリーン保険のように入れていましたけど、これも持っていくのをやめました。温めたお湯をそのまま保管できるモンベルのサーモスに関しては、温めたお湯を留めておけるメリットと、そのサーモスの大きさ、重さとを天秤にかけて今回は断捨離しました。サーモスがないことですごく困るということはありませんでした。これら食に関する道具の軽量化は合計で 1930g にもなりました。かなりの軽量化ができましたね。カブじいさん。続いて、衣食住の3番目、銃についてですね。銃についても大幅な見直しを図りました。2022年は一人用のテントとしては割と大きめのバンドックのソロティピー1を持っていきました。このテントはワンポール式で設営が簡単なんですが、いざという時ペグなしでは立てられないという非自立式の弱点があります。またこの大きさもいらないということで、同じバンドックのソロドーム1、一回り以上小さいドーム式のテントに変えました。このテントは小型、軽量、自立、また入り口のひさしを跳ね上げて小さなタープ状にもなるという優れたテントです。一泊のキャンプツーリングであれば何の不都合もなく使える傑作テントですね。お笑い芸人ひろしですのひろしさんもこのテント使ってるんですよね。前年のキャンプツーリングで初参別においてタカポンさんもこのテントを使ってましたね。ほんと優秀なテントなんです。ところが11日間の長期ツーリングとなると荷物が勢い増している関係で、それらの多くの荷物をこのテント内に全て収納することができないということに、今回のキャンプツーリングの初日で分かったんですね。これは大きな落とし穴でした。キャンプツーリングの道具をすべてテントに収めきれない関係で、荷物を一部外に出して夜露にさらすことになってしまうんですね。で、それを防ぐためにビニールシートとかでカバーしてしのぐ必要があります。これはね、ほんと誤算でした。来年はね、どうするかちょっと一考の余地があります。次に、前回持って行ってた3メーター四方のタープですね。前回はこのタープ持っていたにもかかわらず、あまり日差しが強くなかったとか、雨に降られることもなかったとか、タープの設営って意外に手間がかかるとか、
そういった諸々の事情からタープは使わない、めんどくさいみたいなことが分かりまして、今回のツーリングではもうタープを持っていくのをやめました。次にテントの下に敷くグランドシートに関して、前回は豊かのグリーンシートを持って行ってましたが、これが結構重くかさばりました。今回はより軽量のアルミのサバイバルシートに置き換えました。そしてテント内で使ってたこのアルミのサバイバルシートに変えて、より軽量で薄手のアルミのサバイバルシートに置き換えました。これもかなりの軽量化に貢献していると思います。そして次が、これも大きな変更、寝床についてです。2022年のキャンプでの寝床に関しては、一体カブじいさんはどんなタイプの寝床に落ち着くんだろうという試験的な場として、コット、いわゆるキャンプ用のベッドですね。そしてエアーマット、そしてクローズドセルマットの3種類を全部持って行って試してみる機会としました。結果的にコットは寝心地がすごく良いのはもちろん分かっているんですが、分解と組み立ての手間が非常にめんどくさくて、11日間中コットを使ったのはたったの2回だけだったんですね。その他の日はエアーマットの上にクローズドセルマットを重ねて使っていました。クローズドセルマットだけでは寝心地が悪くて苦労するぞ。ということで今回のツーリングではコットは断捨離。寝心地がよく軽量でしかも断熱性の高いサーマレストのネオエア X サーモとニーモのクローズドセルマット、ここに投資をしました。これによってトータルで 1515g の軽量化に成功しました。カブじいさんは寝具は金のかけどころと考えているんです。コットがなくなったコットでの収納スペースの削減も大きいです。エアマットは穴が開いてパンクすると使えなくなるというリスクがあるので、クローズドセルマットとの組み合わせは必須だとカブじいさんは考えて、この2つを持っていくことにしています。パッと広げることができる、穴が開いて使えなくなる心配もないクローズドセルマットの信頼性は絶大ですよね。カブじいさん。次は寝袋の見直しです。前年は完全にオーバースペックのモンベルのマイナス8度 C 対応のダウンの寝袋でした。大変大きくかさばっていましたので、やはり大枚はたいてね、清水の舞台から飛び降りて、ナンガの0度 C 対応のダウンシュラフを買いました。このダウンシュラフは撥水性能があるために、前年は持って行ってたシュラフカバーを断捨離することができましたので、シュラフカバーとシュラフと合わせて合計で 800g の軽量化になりました。お財布もめっちゃ軽量になってしまいましたね。私の家内も相当ピリピリしましたね。これ以降ですね、外気温に対してどの寝袋を使えば快適に過不足眠れるかっていうのを実験するようになりました。その動画概要欄にリンクを貼ってますのでぜひご覧ください。次に枕ですね。これは前年まではエアーマットに一体式の枕だったのですが、正直言って寝心地がいまいちでしたので、今年はサーマレストのスポンジが粉乳されている枕をメルカリで安く買ってみました。寝心地はまあまあ改善したんですが、次回はもっと寝心地の良い枕を追求したいと感じています。枕が変わるだけで就寝の快適さっていうのは大幅に変わるんですよね。次に虫対策ですね。前年まではこの森林香、蚊取り線香を持って行ってましたが、テント内で使うとテント内が煙もくもくでもう息もできないような状態になってしまうんですね。そこで今回はベープマットを使える LED ランタン、フレックステイルのタイニーリペラーというこの道具をね、追加で導入しました。煙がもくもくできない LED ランタンにもなる。しかもモバイルバッテリーとしても使えると。一石三鳥の優れものです。テント内で使っても
煙でむせることもないですし、衣類や寝具に匂いがつくこともありません。これはとっても快適でした。次は照明になります。前回はヘッドライトとは別にこの小型のバイオライトのパワーライトミニを使っていました。このライトは USB 充電で使えるキャンプ道具として世間に登場した時画期的な商品としてね、その火付け役になったものですね。コンパクトですし、パワーバンクにもなるというね、超優れものの小型軽量ライトなんです。ところが、YouTube 動画を撮るようになってから、その明るさにちょっと不満が出てきまして、今回、より強力な明るい LED ライトを導入しました。それが、このスーパーウェイのヘビー級の LED ライトとなります。このライトは最大、1200ルーメンという強烈な明るさ、そして13400ミリアンペアアワーというね、強力なパワーバンクにもなるんですが、ここまで強力じゃなくてもよかったなぁなんてね、思ってますんで、来年はもうちょっと軽量なものに買い替えるかもしれません。次に、照明としてはあまり実用性のない雰囲気重視のロマン枠のロゴスのキャンドルランタンです。前回はオイル化して使っていました。しかし輸送中にオイルが漏れるというトラブルが生じるので、いちいちオイルをタンクから抜かなきゃいけないというめんどくささがありました。なので今回はあえてろうそくで運用することにしました。ろうそくは火を灯さなければ固形物なのでオイル漏れの心配がなく安心だったりしますね。軽量化という意味ではほんの些細な変化ではあるんですけれども、運用が楽になるというのはとても大事なことですよね。次はキャンプで使う椅子です。もともとムーンレンスのいわゆるヘリノックスオマージュの組み立て式のローチェアを使っていましたが、とにかく組み立てが面倒でかさばるんですね。で、今回は組み立てが比較的簡単な小型のタイプに変えました。これはかなりコンパクトに収まります。それと前回地べたスタイルで使っていたキャンプ用座椅子、これも完全に断捨離しました。次にキャンプの際、身の回りの小物をまとめて収納する小さな袋を運用してたんですが、一つの袋の中にぐちゃっと小物を入れるとすぐに取り出すことができないという煩雑さがあるので、今回は重量増を覚悟でモンベルのトラベルポーチという入れ物を導入しました。テント周りで使う小物を分かりやすく収納できるので大変便利ですね。その他の小物としては、アナログ式の温度計をデジタル式の温度計に変更。めっきり目が弱くなってきたじいさんにはとても見やすい温度計です。次に、前回は持っていていたこのヤブカのバリアスプレーですね。今回は思い切って断捨離しました。これも結構なスペースと重量を取ってたので、かなりの軽量化に貢献したと思います。一般的な折りたたみ傘をモンベルのウルトラライトのトレッキング傘に変更。前回は全く使わなかった傘でしたが、今回は雨に結構降られたのでとても活躍してくれました。これらの銃関係の道具の軽量化は合計で 5399g、 約 5.4kg にもなりました。しかもかなりのコンパクト化にもなってますね。カブじいさん。最後に衣食住以外のその他の道具類についての増減です。まず一つ目、100均のバイクカバーを導入しました。これは夜露によるバイクのトラブル防止や、濡れたバイクの椅子、シートを拭き取る手間を省いたり、防犯上の目的で導入しました。ほんと些細なものなんですけど、安くて小さくてとても効果がありますね。次が予備燃料携行缶です。前回は持ってきていたんですが、今回は思い切って断捨離しました。重量的にもスペース的にも大きな効果があるんですけれども、はっ
きり言ってこれは持ってくるべきでしたね。この缶がないと得てしてガソリンがなくなるみたいなシーンに直面してしまうんですね。次回は持ってこようと思います。次は道具類をバイクに積載するためのバッグ類の UL 化になります。前回は股の間に1つのバッグ、リアキャリアのセンターと両サイドに3個、合計4個のバッグでした。そして5箇所に分散積載です。今回は道具類の UL 化によってバッグの数としてはセンターキャリア上の1つとリアキャリア上の1つ、合計2つのバッグに集約できました。これによって1人で1回で荷物を全て運び出すことができるようになりました。当初の目的を達成できました。次は撮影機材についてまとめてお話しします。今まで使っていた GoPro を DJI の Osmo Action に変えました。また新たに Insta360X3 を導入。それをマウントするクランプですとか、専用の自撮り棒などが増加していますね。これらその他の道具類の見直しによって合計で 3358g の軽量化になりました。ここまでで衣食住とその他の道具の UL 化について紹介してきました。結果的にどれだけ重量が軽くなったかと言いますと、なんと合計で 11,987g、約 12kg の軽量化に成功しました。そして5個の分散積載を2箇所の集中積載に集約できた。つまりコンパクト化も達成できたと思いますね。結構な UL 化を達成できたなぁと実感していますね。一方で UL 化による不都合も何点かありましたので、次回の長距離長期のツーリングに向けてはその辺をもう一回ね見直していこうと思います。私の UL 化のスタイルは、例えば食事にはあまりこだわらないとか、テントサイトはただ寝れればいいといったちょっと尖った部分があるので、皆さんにこれが当てはまるとは思ってません。皆さんのキャンプツーリングの道具の軽量化の工夫についてコメントをいただけるととても参考になります。次回の動画では今回の UL 化において少しやりすぎた、削りすぎた、失敗したみたいな部分をクローズアップしてお届けしようと思います。チャンネル登録をまだされていない方、ぜひ登録をして次の動画をお待ちください。それでは次回またお会いしましょう。かぶじいさんでした。今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします。週末土曜日をめどに動画をアップ中です。どうぞよろしくお願いします。